一柱の女神が亡くなりました。その体から稲、粟、小豆が現れました。さらに麦豆、そして蚕も生まれます。古事記は私たちの食べ物の始まりを驚くほど激しい物語で語ります。なぜ食べ物を用意した女神は殺され、その体から作物の種が生まれたのでしょうか。今回はスサノオの追放と五穀の起源です。古事記。今から1300年前、このままでは本当の歴史が失われてしまう。そう危ぶんだ人々が古くからの伝えを語り継ぎ書き残した日本最古の物語です。天の岩戸の騒ぎの後、スサノオの命は罪を償わされ、高間ヶ原から追放されました。天の世界を離れ、地上へ下ったスサノオは、まず食べ物を求めます。訪ねた相手は、食べ物を司るオホゲツ姫の神でした。オホゲツ姫は、その願いを受け入れました。そして、様々な食べ物を用意し、料理して差し出そうとします。ここまでは、旅人を食事でもてなす穏やかな場面に見えます。けれど、その作り方は普通ではありませんでした。古事記によれば、オホゲツ姫は鼻や口、そして体の後ろから食べ物を取り出し、それを整えていたのです。これは女神の体そのものが食べ物を生み出す神話の場面でした。ところがスサノオはその様子を覗き見ていました。食べ物を汚して自分に食べさせようとしている。そう思い込んだスサノオは腹を立て、オホゲツ姫を殺してしまいます。女神がもてなそうとした意図は最後まで伝わりませんでした。すると、亡くなったオホゲツ姫の体から様々なものが現れました。頭からは蚕、二つの目からは稲の種。命を失った体が衣と食べ物を生み出す場所へと変わっていきます。二つの耳からは粟、鼻からは小豆が現れました。古事記はどの場所から何が生まれたのかを一つずつ挙げていきます。それは作物に神聖な由来を与えるための体の地図のようでもあります。股からは麦、体の後ろからは豆が現れました。稲、粟、小豆、麦、豆。この5つの作物に蚕を加えたものが、この場面でオホゲツ姫から生まれたものです。そこへ現れるのが、天地の始まりにも登場したカムムスビの命です。カムムスビは、女神の体から生まれたものを取り集め、作物の種としました。悲劇で終わらず、その先に育て、つなぐ行為が置かれているのです。似た物語は日本書紀にもあります。ただし、登場するのはスサノオとオホゲツ姫ではなく、月の神と受け持ちの神です。食べ物を体から出してもてなすこと、5階から女神が殺され、その体から作物が現れることは似ています。けれど、2つの書の違いを混ぜずに読むことが大切です。また、亡くなった存在の体から作物が生まれる物語は、世界の各地に見られます。よく比較されるのが、インドネシアのセラム島に伝わるハイヌウェレの神話です。もちろん、同じ物語だったと断定することはできません。離れた土地で人々が食べ物はどこから来たのかという問いに死と再生を結びつけて答えた例として比べられてきました。食べ物はただ手に入るものではありません。種を残し、土にまき、育て、翌年につなぐものです。古事記の五穀起源神話は、その営みの始まりを、一柱の女神の死と、カムムスビが種を集める場面に託しました。食べることは、受け取った命を次へつなぐことでもある。そんな思い酔いを残す物語です。
次回。さらに地上を進む左脳は、出雲の川辺で泣いている老夫婦と、その娘に出会います。頭が8つあり、尾も8つあるオロチが、最後の娘を奪おうとしていました。かつて乱暴を重ねた神が、ここで初めて人を救うために立ち上がります。次回は、ヤマタノオロチ。お楽しみに。